ございます。シリアル9の岡ちゃんです。シリアル9のシフトノブ、これ送ってくれるって言ったら来ないの何してんのシリアル9送ってくれよっていうことで、今日はオイル交換、基本中の基本、オイル交換です。みんな SR エンジンのオイル交換って何リッター入れればいいんだろうなって多分分かってる人いないと思う。ということで、オイル交換の量、これを今日はね解説したいと思います。行ってみよう。できます。さあ、これは俺の2号機ですね。これエンジンはノーマルです。今はね、前は 2.1 だったんだけど、ちょっと予算の関係で2リッターノーマルです。ということで、オイルパンもほら純正です。純正のオイルパンなんですよ。これいいよ、やって。大容量のオイルパンをつけてる人もいるんですけど、大容量のオイルパンつけてる人はゲージで何リッターって、やってください。基本ね、オイルの量ってあんまり多いとクランクの抵抗になるから、あまりオイル多くしちゃダメよとか、例えば SR で言うと 2.5 リッターにしようとか、3リッターにしようとか、 2.8 がいいとか、いろいろ言われてるんですよ。ストリート、街中だけ走ってる分であれば別に、2.5 リッターでも 2.8 でも3リッターでもいいです。街中だけ走ってんだったら 3.5 必要ないっす。ということで、普通に走ってる人は別にあまり気にしないでください。ローレベルまで入ってれば十分ですから。ただオイルはあれですよ、量販店に売ってるようなカストロールとか、BP とか、あとなんだっけな、カストロール BP、ちょっと忘れちゃったな、4リッター缶で4000円とか5000円とかのオイル、あれは基本的に灰を精製したオイルなんで、チューニングカーにはちょっとおすすめしないです。あのオイル入れるぐらいだったら俺の車のこの廃油、こういうのがよっぽどいいから。だって1回ぐらいしか使わないんだから、1回か2回走ったらもう変えちゃうんだもん。こっちの方が全然、俺のオイルの方が、廃油の方が全然いい。俺はもうすごいいいオイル使ってるということで、オイル交換はね必ず下から抜きましょうね。こう吸い上げるタイプ、あれはちょっと俺は好みではないし。ほら見て、まだ全然綺麗だもんね、このオイル。これでもまだ1回ってことはない。でも2、3回は走ってる。2、3回走ってる。いくらも走んなかったのか。そうだな、この車あんま走ってないもんな。ブレーキが調子悪くて、レグが壊れてたからな。はい、お前レッスンカーのフロントタイヤもうないんじゃない？そうですね、買えないとね。頼まなきゃないんだな。そうです。来週まで頼む。ということでね、オイルきれいになるまで抜きます。ついでにですね、ミッションオイルの交換もしましょうね。俺のつけてるミッションはニス6です。ニスモの6色なんですけれども、ミッションもよく壊しちゃう人がいるって言うんだけれども、ミッションもオイルはやっぱり多めがいいです。ということでミッションオイルもちょっとやってみましょう。
ミッションオイルなんてさ、普段普通の人とさほとんど取り替えねえから買えないですね。買えねえよな。買えないです。ミッションオイルとかね、ケチっちゃダメなんだよね。もうドレーンに鉄粉がついてるようじゃもう話にならない。ついてないだろ。ミッションデフオイルって意外となんか見えない部分だから、まあなあなあにしちゃう人いるんだけれども、デフなんていうのはドリフトしようがグリップしようがものすごい高温になるからね、オイルが炭化しやすいんですよ。だからこまめに変えてあげる。特にドリフトしてる人はね、デフはねこまめに変えましょうね。これこの間このデフ壊れたからね、全くもうスリップしちゃって全然デフが効いてない状態になっちゃってドリフトができなくなっちゃったもんね。ということもあるので、まあ、この車も結構走ってるんでね、そういう点では、やっぱりその点検してあげないとダメですね。ということで、オイルもきっちり抜きます。さあオイルが全部抜き終わりました。ということでこれからオイルを入れるんですけど、夕方になったら蚊がいてもかゆくてしょうがない、気象面。最近はですね、タイヤのグリップが結構昔と比べるとハイグリップタイヤが多いので、しかも最近ドリフトなんつったらものすごい角度で入ってくるんで、進入1コーナーを例えば進入した時とかってオイルが全部後ろ行っちゃうんだよね。それでストレーナーがエアがみしたりするっていうこともあるので、ごめん、かゆくてダメだ。麦ちょうだい。なるべくね、今はオイルは多めにしてます。何年前だったっけかな、4年ぐらい前かな。うちのメカがね、なぜかねケチってね 2.5 しか入れなかった時があったんだけど、 2.5 だとねやっぱりねメタルがね流れちゃうんだよね。2.5 リッターを 3.5 リッター、要するにレベルゲージでいうアッパーレベルぐらいに入れてからはまずそのメタルが流れることもなくなったので、やっぱりねオイルは多めにしましょう。だからヤシオファクトリーはノーマルのオイルパンの時は 3.5 です。で大容量つけてる場合はレベルゲージハイのところです。で例えばグリップでもそうなんですけど、かゆいわ。052とか050とかそのぐらいのハイグリップタイヤを履くとね、うちの車谷レベルでも 1.5G とかかかるのかな。多分050履くともうちょっとかかると思う。横 G とかもブレーキング G とかも、俺のこの2号機の場合はもう車重が軽いので、この間 S タイヤで走った時なんか 2. 点いくつかかってたからね G が。やっぱそのぐらい G がかかるんでオイルもやっぱ偏りするんですよ。だからガソリンもこの車は偏りがすごくて、コレクターつけたら、最終コーナーとか立ち上がりでパッパ言わなくなったんで、1コーナーの立ちとかね、やっぱり昔よりね、そうだよね、昔俺の車って550馬力ぐらいあって57秒だったんだけど、今この車なんか400馬力もないのに59秒とか出ちゃうわけだから、やっぱりいかにコーナーで稼いでるか。裏ストレートも昔の時は217キロぐらい出てたんだけど、この車200キロ出てないからね。紙だと筑波の紙だと190いくかいかないか、187とか190とか
そんなもんだけど、だから約30キロ近く違うんだけど、それでも59秒出ちゃうから、やっぱタイムを昔はストレートで稼いでたのを最近はコーナリングで稼いでるから、やっぱりそのオイルがすごく偏る。だから、前と比べるとオイルを多めに入れてる。それは俺はすげえぞっていう人はそういう感じですね。ドリフトも俺うまいぞっていうやつはやっぱり多めに入れてください。あとミッションです。ミッションもよく壊す人いるじゃないですか、蹴ったりして。でそういう人ってね、やっぱりね、オイルいっぱい入れましょう。オイルいっぱい入れるためには、ミッションのドレンと注入口あるじゃないですか。あそこからいくら入れてもやっぱり2リッターぐらいで終わっちゃうんですよ。それをミッションのシフトレバー外して上から入れる。そうすると 2.5 とか入るので、それだけで全然ミッションの持ちも違うので、うちは基本的に上から入れてます。そういうことでちょっと入れてみましょうね。はい。これはコーロンオイルを入れてます。このオイルね、スピードマスタープロ10の60ってやつ。これを基本的にこの車は入れてます。 3.5 リッターです。で、500馬力とか600馬力ある1号機に関しては、ニスモが D1 に力を入れてた頃に作ったオイルなんですけど、ニスモのコンペテーションのオイルですね。あのオイルを入れてます。あれはものすごい極圧剤が入ってるので、メタルとかそういう部分にもすごく優しいので、1号機600馬力の車にはそういうのを入れてます。レベルゲージでこうやって一回調整するんですけど、最終的には一回エンジンをかけて馴染んだところで最終的にチェックしてください。うちはミッションオイルっていうのは、半合成を使ってます。 80W90 ですね。100% 合成使えません。ミッションオイルはやっぱり鉱物が入ってた方がクッション材として、クッション材の成分が鉱物のがいっぱいあるので 100% 合成は高いだけなので、うちは半合成のそんなに高いオイルじゃないものをミッションレフには使ってますね。どうせ一回一回入れ替えちゃうんで、リンの成分、硫黄の成分がいっぱい入ってる半合成を使ってますね。これでミッションは OK です。急になんか蚊が出てきたな。まだこれね、10の60っていうね、粘土がまだ冷えてる状態だと硬いのでヘッドに溜まってんですよ。これをずっと下になじませるためにちょっとエンジンかけます。そこからもう一度レベルゲージを測って、どのぐらいかなっていう、それを測ってみます。プレゼントじゃねえよ、これお前もうただでくれたわけじゃねえだろうがよ。どうですか？ね？どうですか？
さっきこのシリアル9のシフトノブ早くって言ってたら来たよ。マジで素晴らしいな。この俺の以心伝心が伝わって今届きました。これがいいんですよ。 Z34 のミッションのシフトノブとして。見て、この見えるかな、このピンク2本入ってます。これを今ルーカス・サムのところのスタッフの、お前何人だっけ？パキスタンパキスタン人のカーンだっけ？はい。お前いくつだっけ20歳。 20歳なの？お前21。21？ 21歳だって。21歳のパキスタン人が今これを届けてくれました。イエでも帰っていいよ。ーイ。ではお疲れ様です。もう今から行くの？はい、今から行きま恵比寿に？す。はい。ホテルに行くんだけど、そのままちょっと行く。それから明日の朝、まあ、気をつけていけよ。ありがとうございます。はい。おやすみ。はい。これがいいんだよ。これが最高。ということで、オイルは皆さんレベルゲージのハイのところ、その方がトラブルが少ないです。昔のオイルはなるべく少なくという常識は今は通用しない、そういうお話です。じゃあお疲れ様でした。